皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は前回に続いて、はい、パラスポーツライターの星野京子さんに出ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。私は星野京子さんに叱られたことがありまして、というのはゴールボールっていうのは、あれは見ていてもあまり面白くないよねっていうことを言った。そんなことないですよということで、ゴールボールの面白さを散々説明されて、そのボールの重さ、からボールの弾み具合がボールの曲がり具合とかっていうのをいろいろ教えてもらったら、それを頭に入れてゴールボールを見たら、なるほど面白かったです。本当、星野さんありがとうございました、あの時は。よかったです。もう何にも知らんと喋るのはダメですね。やっぱりきちんと知ってから喋らないとっていう感じですけども、今日は今年の秋にデフリンピックが日本でありますけれども、デフリンピックっていうのがパラリンピックとは別に、独立してという言い方をしていいのかどうかわからないですけれども、まあ独立して催されるって、これは何か意味があるんですかね。パラリンピックの中に入らないのかなって思って一瞬びっくりしたんですけれども、星野さんどうですか、この辺は。はい。まあ、両者、ちょっと複雑な歴史はあるんですけど、実は、デフリンピックの方が歴史から見ると、パラリンピックよりも早くからスタートしています。はい。1924年のフランス・パリで最初に第1回大会が開かれていますので、逆にパラリンピックは1960年のローマ大会が第1回になってと数えられてますので、かなり年代の開きがあります。で、はい。で、デフリンピックはもともと、フランス人の、やはりご自身もろう者、聞こえない、アルケさんっていう方が、やっぱり、ろう者、聞こえない人たちのことを知ってほしい。そして、スポーツでこれだけ活躍できるんだことを知ってほしいっていうところを提唱して始められたのがデフリンピックになるんですね。なるほどね。はい。なので最初にまず聞こえない人のための、聞こえにくいデフの人のための大会ということでスタートをしていますので、まあ、スタートがパラリンピックとはまず大きく違っています。なるほど。はいはい。で、同じ障害者ってことで、一時期歩みるとか一緒にっていう話もありましたが、やはり身体的な特徴が大きく異なるというところもあって、やはり、あとコミュニケーションの部分でも大きな違いがあるということで、やはり、別々で運営した方がいいだろうというような判断もあって、別々な歩みをしている状況になっています。なるほどね。例えば陸上競技なんかの、用意ドンのスタートなんかでも、デフリンピックの場合でしたら、音でできませんから、あれ、光でやるんですよね。はい。スタートランプですね。スタートランプ。そのランプが光ったらスタートするということで。はい。位置についてが赤色、黄色になったら用意、そして緑に変わると、スタートっていう形で、色の変化によって、なるほど。スタートを調整してっていう形で、スタートランプは実は日本人の方が開発をして、今、世界に広がっていますけれども。さすが。それはあれですか、変なこと、細かいこと聞いちゃいますけど、観客席にいても、その色の違いって見えるもんなんですか？例えば100メートルとか、スタートランプは基本的にはスターティングブロックに連動して、選手の目線の下に光がちゃんと来るようになっているので、そのちっちゃい光自体は、見えづらいですけれども、まあ、観客席の人たちは、いわゆるピストルの音が鳴るわけですから、そうなんですか。ピストル音と連動していますので、そこは、感じていただくことができると思います。そうですか。はい。そのピストルの音よりも早く出たらそのフライングになるんですが、そのフライングが今まではあれは 0.14 秒でしたかね。要するにバンとなってから出るの間にですね。それよりも早ければ、フライングだというふうに言われてますけれども。やっぱりその目で見るのでもフライングも同じような形であるんでしょうかね。
はい。スターティングブロック自体はオリンピックで使うものと全く一緒ですから、ブロック足にかけていて、そのブロックから足が離れるタイミングでフライング測ってますので、それは全くオリンピックと一緒です。ただ、フライングの場合、オリンピックだとピストルがパンパンって2回なって、フライングだってわかります。でも、デフアスリートの場合は聞こえませんから、コースの途中に別なランプがあって、そのランプが点滅をして、フライングだったってことが分かって選手が途中で止まって戻るような、そんな仕組みもデフリンピックの会場では見られると思います。なるほどね。そのスタート以外で、私も陸上競技のスタートが一番大きな違いがあるなと思ったんですけれども、まだ他にも何か違いありますか？他の競技ということです、ね。他の競技。はい。例えばさっきのスタートランプ、同じような仕組みで、水泳でも使われています。はい。それから、あと例えば空手とか、テコンドーなどの格闘技ですね、途中でポイントが入ると一回やめってなって、もう一回組み直したりしますけど、そのやめの声が聞こえなかったりするので、コートの四隅にやっぱりランプが立っていて、なるほど。審判がやめと言うと、点滅をして、選手が分かって一回離れるみたいな、そういう、光、ランプだとか、それから文字で、言葉を文字で表現して、いろんなモニターでですね、伝えるとか、情報を伝えるための、工夫っていうのはすごくされています。はい。なかなか面白いものですね。そう考えてみたらね。はい。あとは、例えば、選手側の工夫でいくと、例えば陸上競技で、後ろから例えば中長距離なんかでトラックくるくる回って、後ろから選手迫ってくる足音が聞こえないですね。で、選手に聞いたら、足元の影を見ていて、影の迫り具合とかで判断をしたり、モニターの画像があればモニターをちょろちょろチェックするっていうことも話していましたし、あとは、はい。あとやっぱサッカーなんかは、広いピッチで声がお互いの声聞こえないので、やはり練習からあうんの呼吸を磨くっていうのも大事ですし、あとは、アイコンタクトとかジェスチャーですね。はい。そのあたりはすごく多用している。あと、今の日本男子の代表の監督は選手たちには5秒に1回周りを見ろと、顔を上げて周りを見ろ。5秒に1回見ろということで視覚からの、目からの情報収集をしっかりするように徹底していると話していました。ああ、そうですか。5秒に1回中田秀俊になれということですね。どういうこと？首を振れる。そうですね。そうですね。はい。なるほどね。いろいろ違いがあるっていうのはよくわかりましたですね。それで先ほど格闘技のことを言われましたけれども、それはやっぱり柔道とかフェンシングなんかも同じように、そういうライトによって知らせるっていうことになるんでしょうね。そうです。ただ、例えば柔道の場合は組み合っているので、ランプ気にしてられないっていう状況になったりしますので、その場合は、例えば、組み合っていて、止めなきゃいけないとき、審判が肩をポンポンって叩いてあげるとか、そういった、工夫もしてるみたいですね。なるほどね。これは、11月に東京で、行われるっていうわけですね。はい。15日に。15日間。はい。そうですね。26日までです。26日までです。はい。これは4年、オリンピックと同じように4年に1回とかそういうあれはあるんですか？はい、4年に1回です。で、夏と冬とあります。なるほど。はい。なので、ちょうど今度の東京大会、11月の東京大会は、第25回目の夏の、デフリンピックになるんですが、これ1924年に始まった大会で、2025年、ちょうど100周年の記念大会になります。はいはいはい。6000人いるんですね。参加者数。そうです。6000人は、スタッフも含めてですかね。選手はだいたい70から80カ国で3000人くらいと。3000人ぐらい。はい。なるほどね。かなりの数でも。かなり大きいですよね。大きいですね。大きい大会になりますね。これやっぱり星野さんはパラスポーツの取材をされているという、その中でデフリンピックの存在っていうものに注目された。そういう感じでいいんですかね。そうですね。はい、同じパラスポーツの一つということで、それから
東京2020大会、オリパラ一体っていう大会がありましたけど、やっぱり前後から、いろんなパラスポーツも含めて、それから健常者も含めて、一緒にインクルーシブで大会開いていこうよっていう、そういうインクルーシブな大会っていうのが、いろんな競技で増えています。はい。で、陸上競技でもオール陸上記録会なんていう形で、健常者と、義足の選手と、あとは聴覚障害の選手が一緒にスタートするみたいな、はい、そういう、大会が、他にも水泳だとか、ボッチャなんかでも増えていますけど、はい、障害のあるなしのが増えています。その中に聴覚障害者もやっぱり、参加をしているところから、私も興味を持って、取材を始めるようになって、っていうところがあります。なるほどね。そう、インクルーシブという言葉が今出ましたけれども、はい、これはこれからのスポーツを語るには、別にはパラスポーツだけではなく、あらゆるスポーツ界の中で大事な重要な言葉になると思っているんですよね。はい、インクルーシブという言葉一番、嫌う人はアメリカに大統領がいますけれどもね。ロサンゼルスのオリンピックとパラリンピックが一体どんな風になるのかわからないけれども、ドナルド・トランプが、開会宣言をするときに、どんな風な開会宣言をするのかって、春日さんに聞いたら、いや、宣言の言葉は絶対決まってますから、他の言葉言わさしませんからと言っておられたから、まあ大丈夫だと思うんですけれども。わからないですよ、でも。わからない。あの人は本当に。でもパラリンピックの時のにも出てきたりしたら、もうブーイングすごいだろうな。ただ、はい。ただ、アメリカって、アメリカオリンピック委員会。日本でいう JOC ですね、日本。AOC です。はい。USOC。はい。で、USOC が、世界に先駆けて USOPC になってるんですよ。そうですね。要するにアメリカオリンピックパラリンピック委員会って、はい。一緒になったんですね。一緒になった。それは世界に先駆けているんですけど、で、実は私、アメリカの USOC に、3ヶ月ほどインターンシップしたことで、中に入ってたことがあって、それはもう1998年の長野オリンピック時代なので、もう随分昔ですけれども、その時から USOC が言ってたのは、自分たちは、政府のお金を一切入れずに、自分たちで独自にビジネスして、お金、寄付金を集めて、そして運営しているんだってことをすごく、言っていたので、それがずっと踏襲されて、今回の次のロサンゼルスでも、政府の、はい、大統領の意向があんまりかからず、独立で開催してくれるといいなってことを願っています。なるほどね。開会宣言だけは言わしてやるよって感じですかね。そうしたら。でもそういう独立したスポーツが独立していくっていうのは本当に大事なことで、日本の JOC も同じはずですよね。JOPC になってほしいというようなところはありますね。これ、デフリンピックのことを中心に聞いてきましたけれども、はい、今、パラスポーツずっと取材されてきて、なんと言いますか、星野さんとしては今一番こういうこと皆さんに知ってほしいですっていうようなことがもしあれば最後にアピールしておいてもらいたいんですが、いかがですか？はい。やっぱりまだまだ知られていないっていうことも多いと思うので、そこは私たち伝える側も一生懸命頑張って、伝えたい。それからあと選手たちやっぱりトップを目指して頑張ってる選手たち、一番よく言っているのはスポーツとして見てほしいっていうことはすごく言っていますね。なので、はい、スポーツ、アスリートとしていろいろな努力を、積み重ねているので、かわいそうとかそういうんではなくて、はい、本当に単純にかっこいい、すごいって思ってもらえるのが一番嬉しいかなって思います。そうですね。何しろもう、現場見に行ったらすごいですからね、本当に。もう一般のスポーツと変わらないというか、もう、同じだけのもう迫力と感動はありますから。はい。今にオリンピックとパラリンピックが一緒になって、私は100メートルの決勝が、もう、それこそ健常者と、片足義足の方、両足義足の方、視覚障害者の方、車椅子の方が、順々に決勝をやるようになったら、一番いいなと思ってるんですよ。そうなると、スポーツの絶対化がなくなって、相対的なものしかなくなる。
相対的に私にとっての一番素晴らしいアスリートはどの人だっていうことになって、それが一番たくさんに現れるという、そういう世の中になってほしいなというような原稿を書いたのが20年前ですけれども、だんだんそういうふうに近づいていることを信じて、星野さんまた頑張ってください。よろしくお願いしますが。ありがとうございます。まだあれですか、北京にも取材に行かれるんですか？来年は。来年、ミラノですかね。ミラノ。コルチネダンペッツォ。ごめんなさい、ごめんなさい。ミラノです。コルチネダンペッツォですね。それ一応その予定で、はい。デフリンピックももちろん取材に行かれる。そうですね、はい、行きます。今週ビーチバレーの日本代表デフリンピックの大会がありますね。今週末。今週末は、すいません。陸上の、パラ陸上の日本選手権でそちらに行く予定な。パラの、はい。パラの日本選手権だ。愛媛の松山市で行われますので、そちらに取材に行く予定でした。はい。まあ、頑張って取材続けてください。はい。ありがとうございます。また出てください。この番組にもよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。また次週の配信も皆さんお楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。